こんにちは。日本プロ麻雀連盟のジェンです。今日も YouTube チャンネルを見ていただいてありがとうございます。今日は、麻雀のプロの話をしたいと思いますけど、その前には、この YouTube チャンネル以外にも、Twitter ほぼ毎日つぶやいてます。それ英語と日本語、たまには中国語で、つぶやいてます。そして Twitch でゲーム配信を始めました。麻雀のプロだからほとんどは麻雀の配信をする予定なんだけど、本当は私もゼルダ大好きな大ファンなんで、ゼルダを日本語と英語、たまに中国語でつぶやきながら、もう雑談、本当にもうゼルダをプレイするだけです。今ね、ブレスオブザワイルドをやってるんですけど、本当はもう最初のゼルダからやる予定です。見てください。そして今麻雀ファイトクラブ、今ねこれアップしたのは、2022年9月なんですけど、今麻雀ファイトクラブで、選抜投票戦をやってます。麻雀できる方はそれをプレイして私に投票してください。よろしくお願いします。ではこれから麻雀プロの紹介をしたいと思います。これは主に海外の方向けなんですけど、日本語で紹介させていただきます。英語の字幕をそのうちに載せます。すぐかわかんないけど、すぐかもしれない。Twitter とかの、英語圏のお友達とかに質問聞いてもらったので、それに答えながら、麻雀プロの紹介をしたいと思います。まずはプロ麻雀ってどういうことなの？いろんな国に麻雀がありますけれども、その本当にプロ麻雀っていういろんな連盟とか協会があるのは日本だけだと思います。日本で、麻雀のプロになるにはとりあえずプロテスト受けないといけないです。私はもう2005年にプロテスト受けました。で2006年にプロになりました。でその時から麻雀ファイトクラブとかに出演しています。テストをとりあえず受かったら、リーグ戦に出ます。リーグ戦はもう麻雀プロの基本、だいたいみんなリーグ戦だけでも出てます。出る義務があるんで、基本的に出ないといけないっていう決まりなんです。いくつか例外があるんですけど、基本的に、リーグを出ることが前提でプロになります。私の日本プロ麻雀連盟っていうリーグ戦は、年10回10節があります。1節には4回戦打ちます。そして5回戦前期と後期やって、前期の上位の方は上のリーグに上がる。で、下位の方は、下のリーグに下がるっていう決まりなんですね。で、私はちなみに今一番下の E2 リーグです。で、頑張ってます。応援してください。で、リーグの他に、女性だったら女流化っていう、他の団体だと上流リーグっていうのがあって、それはうちのリーグだともう年5回だけで5節で、上位下位で決まって、私上流下の方で C1 リーグで、あと1節で今回勝ち上がった場合は B リーグに上がるっていう決まりなんです。でリーグ上流リーグの他に WRC リーグっていう誰でも参加ができる。でみんなも平等で始めて、5節だけやって、それでベスト32が決まって、準々決勝準決勝決勝があって優勝が決まります。それは年2回やってます。他のプロとアマチュアのオープン戦とかマスターズと、ウィズンっていう大会は連盟にあります。で他に新人王とかいくつか他の大会がありますけど、一番大きいのは今紹介したものです。次はもう軽くなんですけど、麻雀のルールについてちょっと話したいと思います。日本で、使うルールはリーチ麻雀って言って、リーチっていうルールを使うルールです。あとフリーテンがあるルールです。他の国ではなかなかフリーテンとかっていうルールがなくて、自分が捨てた牌でも上がれるっていうことになってます。日本のルールだと自分の捨てた牌は他人から上がることはできません。それはフリーテンって言って、その2点が多分他の、国の麻雀との一番大きな違い。あとは、役。他の国では役が変わったりするんですけど、どんな麻雀でも役はあります。違うルールっていうと、台湾麻雀は16枚は使います。他にも16枚使う国はコメントで書いてください。とりあえず台湾麻雀はそれで有名なんです。で例えば香港麻雀だと三半縛りって基本的に
よくわかる方は本一とトイトイが多いです。それを絡まない手はなかなかないです。でもうめちゃくちゃ早い、そのせいでだから香港で麻雀するともう次の牌を取る前に切ってから取るっていう人もいます。そしてアメリカ麻雀も全然違います。主にユダヤ教のコミュニティの女性の方がやってるイメージですね。みんなはそうでもないと思うんですけど、そういう人が多いです。そしてルールは役は一応あるんですけど、毎年新しいカードを買わないといけなくて、その1年の役が書いてあります。日本の役は雀荘、麻雀の店とかによってちょっと細かいルール変わったりするし、団体によって細かいルール変わったりするんですけど、毎年役が更新されるっていうことはないです。それはアメリカ独特。プロは何人いるかって、とりあえず大きな団体は私が所属してる日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、そして最高位です日本プロ麻雀協会、RMU とミュー麻雀ユニオンっていう麻雀連合、どれも M リーが出してるし、すごい強いプロもいます。麻雀プロになることは本当はすごく麻雀が好きじゃないとダメだと思います。まずは日本語を話せることが大事だと思います。レベルはすごく高くなくても役わかる、プロテストを読める、答えられる、文章作れる、問題なくリーグ戦とかに参加して、日本語を使ってプレイすることができれば、大体大丈夫だと思います。あと日本に住んでないともうすごく難しい。なぜかっていうと、もう前言ったようにプロリーグに出る前提でプロになりますので、一時的には出ないことは問題ないんですけど、全く出ないことだともうすごい例外じゃないといけないので、日本に住んでることは大事だと思います。今のところね。そのうちネットとかでどうなるかわからないんですけど、そして麻雀のルールはもちろん全部覚えないといけない。麻雀のルールって役を全部暗記して、もう指とか折らずに点数計算できるようになるとか、麻雀いっぱい打つこと、一番下の E2 リーグの私が言ってもね麻雀は少し強くなった方がいいと思います。強くないからプロになれないっていうわけではないかもしれないんですけど、ただ面白くないかもしれないです強くない人として言ってますでも麻雀大好きだからもういつまでも続ける予定です。日本プロ麻雀連盟は、道場があって、それはもう誰でも自由に、遊びに行けます。それはもういっぱい行った方がいいと思います。プロになりたい方、プロになりたくなくてもプロと打ちたい方、もう毎日道場にゲストが来てますので、プロと打てます毎日はい、これで麻雀のプロの基本を、お伝えしました。これは日本にいる方ほとんど知ってるかと思いますけれども、これはまた海外の方のために字幕をつけて紹介したいと思います。これからね、いろいろもっと詳しいもっと面白い動画を、出す予定なので、とりあえずチャンネル登録をしてください。そして、Twitch の方と、あと YouTube の方でも、麻雀ファイトクラブ SP とかの配信をする予定です。そして麻雀ファイトクラブやってる方はもうぜひ投票してください。私基本的に毎日麻雀ファイトクラブ売ってます。よろしくお願いします。で、ジェンでした。ありがとうございます。